フリードリヒ・ニーチェの主著の一つである善悪の悲願、未来の哲学への序曲は、1886年の出版以来、19世紀後半のヨーロッパ社会が直面していた根源的な価値体系の揺らぎに対し、その挑発的な洞察と深遠な批判をもって応答しました。科学技術の急速な発展が既存の宗教的権威を揺るがし、世俗化とニヒリズムの影が忍び寄る時代にあって、ニーチェは伝統的な哲学、道徳、宗教、科学といった既存の価値体系が人間精神に課してきた束縛からの脱却を促し、真に自由で創造的な精神の追求への道筋を提示せんとしたのです。彼は、これまでの道徳が、実は個人の生命力を抑圧し、人間を奴隷のように服従させる巧妙なメカニズムとして機能してきたことを、その鋭利な心理学的、系譜学的洞察をもって白日の下にさらそうと試みました。本書は、単なる道徳批判にとまらず、人間の根源的な衝動である力への意志に基づき、真理、認識、文化、そして人間存在そのものの意味を問い直す、壮大な哲学的企てであり、来るべき新しい時代の哲学、すなわち未来の哲学への序曲として位置づけられています。善悪の悲願の執筆背景には、19世紀後半のヨーロッパにおける深い精神的、思想的な動揺があります。キリスト教的価値観が長らくヨーロッパ社会の基盤を形成してきましたが、ルネサンス、宗教改革、啓蒙主義、そしてダーウィンの進化論に代表される科学革命の波は、その絶対的な権威を根底から揺るがしていました。ニーチェが、神は死んだ、と宣言したように、信仰の対象であった神の失墜は、人間が依拠すべき普遍的な真理や道徳の基盤を喪失させることと同義であり、この価値の空白は、深刻なニヒリズム、つまり虚無主義の到来を予感させるものでした。ニーチェは、この時代の精神的危機を単なる宗教的信仰の衰退としてではなく、西洋文明全体が陥った生命力と創造性の枯渇として捉えました。彼にとって、近代社会の進歩と称される現象の背後には、実は人間の根源的な力を抑圧し、凡庸化させるメカ学的力が働いているように見えました。民主主義や社会主義といった平等主義的な思想も、彼にとっては弱者の群れが強者を引きずり下ろそうとする奴隷道徳の表れであり、個々の卓越性や創造性を阻害する要因となりうると警告しました。善悪の悲願は、こうした時代状況に対するニーチェの渾身の応答です。彼は、前の著作、サラトゥストラは各語りき、が持つ予言的、知的なトーンとは異なり、より直接的で分析的なスタイルで、既存の哲学、道徳、宗教、科学のあらゆる領域にわたる根本的な批判を展開しました。本書は、ただ価値の崩壊を嘆くのではなく、その崩壊のプロセスを徹底的に分析し、その悲願に新たな価値を創造する可能性を探ることを目的としています。それは、人間精神が自らの限界を超え、真に自由で創造的な生を実現するための、新たな哲学の基礎を築く試みであったと言えるでしょう。ニーチェは、哲学者が自らの思考がいかに特定の視点や力への意志に規定されているかを正直に認め、その偏見を自覚することこそが、真の洞察への出発点となると主張したのです。ニーチェの道徳批判は、西洋哲学の根幹、特にプラトン哲学とキリスト教的道徳が生命そのものに対する否定的な態度を内包しているという認識に橋を発しています。彼は、これらの思想体系が、生命の躍動的な生成変化や多様性を抑圧し、固定された理性や超越的な規範を至上とする点で共通していると見抜きました。キリスト教的道徳について、ニーチェはそれが弱者、病んだ者、苦しむ者の価値観を普遍的なものとして提示し、強者、健康な者、高貴な性の表現を否定していると鋭く指摘しました。彼は、キリスト教が現世の快楽や成功を罪とみなし、来世における報いを重視することで、この世の生そのものを軽んじ、否定する傾向にあることを問題視しました。これは、人間が本来持つ生命力、
自己肯定の衝動、創造性を萎縮させ、服従と自己犠牲を善とみなすことで、強者の優位を転倒させようとする怨恨、つまりルサンチマンに根ざしていると分析したのです。また、ニーチェの批判の矛先は、プラトン哲学におけるイデア論にも向けられました。プラトンは、我々の経験する感覚世界を不完全な影の世界とみなし、真の存在である永遠不変のイデア世界こそが実在であると主張しました。ニーチェは、この考え方が、現実の生、肉体、感覚、変化といったものを低く見る生命否定的な傾向を内包していると捉えました。彼にとって、世界は常に生成変化し、矛盾をはらみながらもダイナミックに展開する生命そのものであり、それを固定的な理念や形事上学的な真理に閉じ込めようとするプラトン主義は、生命の躍動を抑圧するものでした。ニーチェは、ソクラテス以降のギリシャ哲学、特にプラトンやストア派が、理性による固定的な秩序や普遍的な真理を重視することで、生命のダイナミズムを抑圧し、生の多様性を均一化しようとしたとみなしました。これに対し、彼はソクラテス以前のギリシャ思想、特に万物は流転すると説いたヘラクレイトスのような変化と生成、対立と調和を肯定する思想に深く共鳴しました。ヘラクレイトスに見られるような矛盾をはらみつつも絶え間なく運動する生の肯定こそが、ニーチェが目指す生命哲学の根源にありました。彼は、道徳的価値の源泉を、単なる理性や神の命令といった超越的なものにではなく、人間の生理的、心理的な状態、すなわち力への意志と深く結びついた健康や病の感覚に求め、道徳的判断の背後にある深層的な生理的要因を暴き出そうとしたのです。この探求は、既存の道徳が人間性をいかに歪め、生命力をいかに抑圧してきたかを明らかにするための重要な第一歩でした。ニーチェの道徳批判は、道徳の系譜学という彼独特の方法論に裏打ちされています。これは、既存の道徳的価値がいかにして形成され、どのような歴史的、心理的、生理的な条件から生じたのかを遡って探求する手法です。彼は、道徳が普遍的で絶対的な真理として提示されているにもかかわらず、実際には特定の状況や特定の人間類型、特定の目的のために作り出されたものであることを看破しました。従来の道徳哲学は、善悪の概念を自明のものとして受け入れ、その正当性を理性や神の命令に求める傾向にありました。しかしニーチェは、そうした善や悪が、実は権力闘争や心理的な防衛規制、生理的な状態といった、より根源的な要因によってその意味を付与されてきたと主張します。例えば、謙遜や慈悲といった美徳が、もともとは弱者や非支配階級が、自らの烈意を正当化し、強者への復讐心を隠蔽するために作り出した概念であった、と彼は系譜学的に分析しました。この系譜学的なアプローチは、ニーチェの心理概念とも深く結びついています。彼にとって、絶対的で普遍的な真理というものは存在しません。真理とは、特定の視点、つまりパースペクティブから生み出される解釈の相対であり、あらゆる認識は特定の視点からの解釈であると主張する視点主義を提唱しました。我々が世界をどのように見、どのように理解するかは、我々の生理的な状態、歴史的背景、そして力への意志のあり方によって規定されるのです。ニーチェは、哲学者が客観的で偏りのない真理を探求するという従来の信念を徹底的に解体しました。彼は、哲学者でさえも、その思考が自身の偏見、価値観、そして根源的な力への意志から逃れることはできないと主張します。この視点主義は、単なる相対主義に終わるものではなく、むしろ、真理を生に奉仕するものとして捉え直し、特定の視点から能動的に価値を創造する行為そのものを肯定する姿勢へとつながります。道徳の系譜学を通じて、ニーチェは、自らが従っている道徳的価値の起源を問い直し、その絶対性を疑うことの重要性を説きました。それは、既存の権威や規範に盲従することなく、自らの内なる声に耳を傾け、
より多元的で流動的な価値観を持つための精神的な解放の道を開くものだったのです。ニーチェは歴史を通じて形成されてきた道徳を根源的に2つの類型に分類し、その起源と精神性を徹底的に分析しました。それが主人道徳、つまりヘレンモラールと、奴隷道徳、つまりスラーフェンモラールです。この春別は、善悪の彼岸の中核をなす洞察の一つであり、西洋社会の価値体系がいかにして転倒してきたかを明らかにするものです。主人道徳は、力のあるもの、高貴なもの、自らを肯定するもの、すなわち支配者階級や貴族によって創造された価値体系です。その起源は、古代ギリシャの貴族社会やローマ帝国の支配者層といった力強く自己主張的な文化に見られます。主人道徳において善、つまりグートとは、力、健康、良し、勇気、富、権力、高貴さ、誇り、そして自己肯定的な衝動といった特性と結びつけられます。これらは、その道徳の担い手自身が具現化する価値であり、自己からの能動的な肯定に根ざしています。彼らは、自らを、良いもの、とみなし、それ以外の癒し、つまりシュレヒト、弱さ、臆病、貴族、貧しさといった特性を否定的に評価しました。良い、と、悪い、という区別は、価値の優劣や高貴さを強調し、その判断基準は常に自己の内から湧き上がる生命力と卓越性に基づいています。主人道徳は、自らの性を積極的に肯定し、挑戦し、自己を高めていく精神性を特徴とします。これに対し、奴隷道徳は、抑圧され、苦しむ者、弱者、非支配階級によって、主人道徳への復讐心と怨恨、つまりルサンチマンから生み出された価値体系です。その起源は、ユダヤ教やキリスト教といった非支配者階級から生まれた宗教や抑圧された民衆の心理に見られます。奴隷道徳において善、つまりベーゼとは、謙虚、忍耐、同情、自己犠牲、勤勉、そして弱者への慈悲といった特性と結びつけられます。これは、主人道徳における癒し、つまりシュレヒトとされた特性を善と転倒させることで、自らの苦境を正当化し、強者の価値観を悪とみなす報復の論理です。悪、つまりベーゼは、力、高貴さ、傲慢、自己主張、支配欲といった主人道徳における善に相当するものと結びつけられます。奴隷道徳の価値判断は、主人道徳への否定、すなわち、ノーという応答から出発する受動的なものです。それは明確な善と悪という対立構造を持ち、自己の苦しみや無力さを道徳の名の下に正当化し、強者への憎悪を覆い隠そうとします。ニーチェは、ヨーロッパの現状において、キリスト教的価値観が支配的であることで、奴隷道徳が広く蔓延し、人間の根源的な生命力や創造性を抑圧していると厳しく批判しました。両者の違いは、価値判断の起源、能動的か受動的か、善の定義、自己肯定的な力と卓越性か、弱者の忍耐と慈悲か、価値体系の構造、価値の優劣と高貴さか、善悪の明確な対立か、そして精神性、誇り高く自己肯定し、挑戦する態度か、怨恨と自己憐憫、そして復讐心かに明確に現れるのです。ニーチェにとって、この二つの道徳の対立は、単なる倫理観の違いにとどまらず、人類の歴史における根本的な生命の在り方、精神の在り方の闘争を意味していました。ニーチェ哲学の最も革新的な概念の一つが、力への意志、つまりビレ、ツア、マハトです。これは、単なる物理的な暴力や支配欲、あるいは他者への権力欲に限定されるものではありません。むしろ、あらゆる生命体、さらには宇宙の根源にさえ内在する、自己を超え、自己を増大させ、自己の可能性を最大限に引き出そうとする根源的な衝動そのものです。それは、生命が絶え間なく生成変化し、自己を肯定し、克服し続けるダイナミズムを表現する概念です。
力への意志は多岐にわたる現象として現れます。芸術家が新たな作品を創造する衝動、学者が未知の真理を探求する探求心、征服者が新たな領土を求める野心、アスリートが自己の記録を更新しようとする努力、あるいは精神的な鍛錬や自己克服のプロセス、これらすべてが力への意志の多様な現れとみなされます。それは、生命が静止を許さず、常に流動し、自己の限界を突破しようとする内的な原動力なのです。ニーチェは、世界が客観的な法則によって機械的に動いているのではなく、この絶え間ない力への意志の衝突、生成、そして克服の場であると捉えました。彼にとって、真理や道徳、理性といった既存の概念もまた、この力への意志が自己を表現し、あるいは自己を律し、あるいは他者を支配するための形式として解釈されるべきものです。例えば、科学者が真理を探求する行為も、単なる客観的事実の発見ではなく、特定の視点から世界を秩序づけ、支配しようとする力への意志の一形態であるとみなされます。この概念は、認識論においても極めて重要ですし、我々が世界をどのように認識し、解釈するかは、我々の生理的、心理的な状態、つまり我々の力への意志の在り方によって深く規定されるとニーチェは主張します。客観的な真理などというものはなく、あるのは特定の視点からの解釈であり、その解釈は常に力への意志に奉仕しているという視点主義を彼は徹底しました。ニーチェは、力への意志を抑圧したり、克服したりすることを人間の課題とはしませんでした。むしろ、それを自覚し、その多様な現れを理解し、健全かつ創造的な形で実現していくことこそが、人間の究極的な課題であると提示したのです。それは、自己を超え続ける超人の理念や、自己が選択した生を無条件に肯定する運命愛といった概念へと発展していきます。この力への意志こそが、人間がニヒリズムを克服し、新たな価値を創造していくための根源的な駆動力となるのです。ニーチェは、善悪の悲願において、既存の社会が形成してきたヒエラルキー、つまり階層秩序と、それを支える群れ道徳を鋭く批判しました。彼にとって、このヒエラルキーは、真に卓越した個人の価値を認識し、尊重するものではなく、むしろ弱者や凡庸な者が、自らの劣位を正当化し、強者を凡庸なレベルに引きずり下ろそうとする奴隷道徳の論理に基づいて築かれたものだったからです。ニーチェは、奴隷道徳がもたらす平等主義や均一性の思想が、個々の人間の多様な力への意志の発露を制限し、創造性や卓越性を阻害すると論じました。群れ道徳は、個人の突出を許さず、集団の規範や平均的な価値を絶対視することで、人間を平凡な群れの動物へと貶めていると指摘します。彼は、近代社会が理想とする幸福や安全が、実は自己を彫刻し、困難に立ち向かう生命の本来的な衝動を虚勢し、安逸と無気力をもたらすものとみなしました。教会や国家、あるいは現代におけるメディアや世論といった権威は、この群れ道徳を維持し、個人の自由な精神を抑圧する道具として機能しているとニーチェは捉えました。これらの権威は、自己の都合の良いように道徳を規定し、人々を従順な羊の群れとして従属させるための巧妙なメカニズムを構築しているとみなしたのです。彼らは、個人の主体的な価値創造を恐れ、既成の秩序を維持するために、普遍的な真理や絶対的な善悪といった虚構を提示してきました。ニーチェが批判したのは、単なる社会構造の不平等ではありませんでした。それは、人間の精神がいかにして群れの論理にとらわれ、個々の創造性や生命の躍動が抑圧されるかという、深層心理学的、そして文化的な批判でした。彼が目指したのは、こうした群れ道徳が作り出した偽りのヒエラルキーを打ち破り、真に力強く、創造的で、自らの価値を創造する貴族的な精神が、個々の人間のうちに再び花開くような、新たな性の価値基準を提示することでした。それは、社会の底辺にいる人々を蔑むことを意味するのではなく、むしろ、内なる高貴さ、すなわち自己を彫刻し、
自己の運命を肯定する精神的な卓越性こそが真の価値基準となるべきだという主張だったのです。ニーチェは従来の哲学が前提としてきた絶対的で普遍的な真理という概念を徹底的に解体しました。彼にとってプラトン以来の西洋哲学が追求してきた真理はしばしば生命の躍動や創造性を抑圧する性的な価値観やキリスト教的道徳観に深く根ざした生命否定的な態度に基づいていると批判しました。普遍的な真理への信仰は人間の多様な性を均一化し、特定の視点からの解釈を絶対化する危険性をはらんでいると彼は看破したのです。ニーチェは言語や概念が必然的に事物そのものではなく、人間の解釈や特定の視点に依拠していることを指摘します。我々が世界を認識する際のすべての概念は、特定の目的のために生み出された比喩や擬人化であり、その背後には常に力への意志が働いていると彼は主張しました。例えば、善や悪といった概念も、特定の歴史的、生理的、心理的な状況の中で、特定の人間類型が自らの利益や生存戦略のために生み出した解釈に過ぎないとみなされるのです。この洞察から、ニーチェは視点主義、つまりパースペクティビズムを提唱しました。視点主義とは、あらゆる認識、あらゆる真理が特定の視点からの解釈であるという主張です。客観的な真理というものは存在せず、あるのは様々な視点から見た無限に多様な解釈だけである、と彼は説きました。しかし、この視点主義は単なる相対主義に終わるものではありません。むしろ、それは真理が常に特定の力への意志に奉仕するものであり、人間が物事をどのように見、どのように理解するかという、個人の視点の能動的な重要性を浮き彫りにします。ニーチェにとって、真理は生の維持と増大に役立つものでなければなりません。彼は、真理が生命の躍動を阻害したり、人間を弱くしたりするものであってはならないと考えました。むしろ、特定の視点から価値を創造し、自己の力への意志を肯定的に発揮することこそが、真の真理への道であると示唆したのです。この視点主義は、従来の認識論を根底から覆すものであり、後世のポストモダニズム思想に多大な影響を与えました。ニーチェは、絶対的な真理という偶像を打ち砕くことで、人間が自らの足で立ち、自らの視点から世界を解釈し、新たな価値を創造する自由と責任を個人に課そうとしたのです。それは、既存のドグマから解放された、真に自由で創造的な精神の探求へとつながる道でした。ニーチェは、善悪の悲願において、近代社会におけるニヒリズム、つまり虚無主義の蔓延を最も深刻な問題として指摘しました。このニヒリズムとは、伝統的な宗教や形事上学的な価値観が失墜し、神は死んだことによって、人生における意味や目的が根本的に見失われた状態を指します。絶対的な価値の喪失は、人間を根源的な不安と無意味感に陥れ、生の肯定的な意味を奪うものでした。ニーチェは、このニヒリズムの根源を、キリスト教道徳に代表される奴隷道徳がもたらした価値の逆転にあると分析しました。奴隷道徳は、現世の生を否定し、苦しみや自己犠牲を善とすることで、人間を弱くし、受動的にしました。そして、その終焉は、何よりも価値を置いていた超越的な世界観そのものが崩壊する受動的ニヒリズムをもたらしたのです。人々は、もはや信じるに足るものを見つけられず、既存の価値観の崩壊によって、ただ虚無感に浸るばかりとなりました。しかし、ニーチェはニヒリズムを単なる絶望の淵とみなすだけでなく、それ自体が新たな価値創造への過渡期であるという、より積極的な視点を持っていました。彼は、この価値の崩壊を、既存の束縛から解放され、自己の真の力を発見する機会と捉えたのです。ニヒリズムを克服するためには、単に既存の価値観を否定するだけでなく、それを徹底的に吟味し、乗り越え、そして何よりも、新たな価値を自ら創造することが不可欠であると主張しました。この新たな価値創造は、受動的にヒリズムが陥りがちな無気力とは対極に位置する、能動的な行為です。
それは人間の根源的な衝動である力への意志に基づき、生命を肯定する貴族道徳、つまり主人道徳の精神によって可能になるとニーチェは説きました。すなわち、自らの内なる力に耳を傾け、自らの性を積極的に肯定し、自らの価値基準を自ら設定していくこと、それは既存の道徳や規範に縛られず、自己の可能性を最大限に引き出し、自己を彫刻し続ける超人の理念へとつながる道です。ニヒリズムの克服は、外部から与えられる意味や目的に依存するのではなく、個人が自らの内側から、自らの生に意味と目的を与えるという、極めて主体的な行為を要求します。ニーチェは、この創造的なニヒリズムの克服こそが、近代人が直面する最も重要な課題であり、未来の哲学の出発点であると考えたのです。それは、人間が自らの運命の創造主となることを求める、壮大な挑戦でした。ニーチェ哲学において、超人、つまりユーバーメンシュは、人間が到達し得る最高の存在形態として提示される理想像です。超人は、既存の道徳、宗教、伝統、そして群れの価値観によって形成されたヒエラルキーを超越し、自らの力への意志に従って、自己の価値を創造するものとして描かれます。彼は、外部の道徳や権威に依存せず、自らの性を肯定し、その性を最大限に、芸術作品のように美しく実現しようとします。超人は、受動的なニヒリズムの克服者であり、新たな価値を創造する担い手なのです。この超人の理念を実現するための実践的な道筋として、ニーチェは自己彫刻、つまりゼルプスというバービンドゥング、英語回帰、つまりエービゲビーダーケール、そして運命愛、つまりアモールファティという概念を提示しました。自己彫刻とは、既存の道徳規範や自己の限界を超え、常に自己を更新し、自己を乗り越えていくプロセスです。それは、弱さや慣習、安逸に甘んじることなく、苦難や挑戦を自ら求め、内なる矛盾や葛藤を乗り越える精神的な鍛錬を意味します。自己彫刻は、人間が単なる群れの動物としてではなく、自らの可能性を追求し、自らを高め続ける創造的な存在となるための不可欠な段階です。それは、他者への支配欲ではなく、自己の能力や創造性の向上を目指す力への意志の最も高貴な現れです。永劫回帰という思想は、もしこの性が、全く同じ形で無限に繰り返されるとしたら、それでもなお、あなたは自分の人生を肯定し、後悔なく生きられるか、という究極の問いを投げかけます。永劫回帰は、単なる宇宙論的仮説ではなく、自己の人生のあらゆる瞬間、あらゆる選択、あらゆる苦悩を無条件に肯定するための精神的な訓練として提示されます。この問いに、イエス、と答えることができる者こそが、自己の性を真に肯定し、最高の価値を創造できるものであるとニーチェは考えました。永劫回帰の思想を受け入れることは、過去のあらゆる出来事を必然として愛し、未来のあらゆる可能性を積極的に引き受けるための、人生に対する徹底した肯定の態度を要求します。永劫回帰の思想と深く結びつくのが運命愛です。これは、自分の人生に起こるあらゆる出来事、良いことも悪いことも含めて、そのすべてを自らの運命として受け入れ、深く愛するという思想です。それは、何かに耐えるという受動的な態度ではなく、自らの運命を自ら選び取り、創造していくという能動的な肯定の姿勢を意味します。運命愛は、過去の選択を後悔せず、未来の困難を恐れず、今この瞬間の生を全身全霊で肯定し、愛すること、この思想を通じて、ニーチェは人間が自己の生の創造主となり、自らの運命を芸術作品のように形成していくことを求めたのです。超人の理念は、単なる孤高の存在を指すのではなく、自己彫刻を通じて自らの価値を創造し、永劫回帰の問いに耐えうるほどの生の肯定を実践し、運命愛をもって自らのすべてを包容する、力強く自由な精神の在り方を示しています。これら3つの概念は、
ニヒリズムを克服し、人間が自らの可能性を最大限に引き出すためのニーチェ哲学における具体的な実践戦略だったのです。ニーチェは善悪の悲願において、既存の道徳や社会的な規範から解放された自由は、個人に極めて重い責任を課すものであると説きました。彼にとって、これまでの善悪という二元論的な枠組みから抜け出すことは、単なる拘束からの解放ではなく、自らの価値を創造し、その創造者としての途方もない責任を負うことと同義であると示唆します。真の自由とは、外部からの制約、社会通念、伝統、あるいは他者のためという道徳的義務といったあらゆる外的権威から解放されることを意味します。しかし、この解放は個人が単に好き勝手に生きることを許容するものではありません。むしろ、それは個人が自らの内なる声、すなわち力への意志に耳を傾け、自己の性の意味や価値を主体的に構築していくことを要求する能動的な行為です。ニーチェは、このような自由な精神こそが、群れ道徳の束縛を打ち破り、真に個性的な性を創造し得ると考えました。この自由は、同時に、自己の行動や選択の結果に対して、誰のせいにもできない、完全な責任を負うことを意味します。既存の規範や神の命令に依存していた時代においては、人は自分の行為の責任をそれらの権威に転嫁することができました。しかし、神が死んだ時代においては、もはやその責任を転嫁する場所はありません。個人は、自らの選択がもたらすすべての重荷を、自らで背負わなければならないのです。この自由と責任の結びつきは、ニーチェが提示する運命愛という概念によって究極的に表現されます。運命愛は、自らの人生のあらゆる側面を、良いことも悪いことも含めて肯定し、愛するという思想です。それは、自分の選択によって形成される運命を、自らが創造し、その創造物に対して全責任を負い、そして深く愛するという、極めて能動的かつ責任感に満ちた性の態度です。ニーチェは、この自由と責任の重さに耐え、自らの価値を創造する者こそが超人であると考えました。それは、既存の道徳の奴隷となることを拒否し、自らの人生を芸術作品のように形作っていく、類稀な精神的強さを持つ人間像です。彼の思想は、現代社会においても、個人が過度な同調圧力や情報過多の中で、いかに主体性を保ち、自らの価値観を確立していくかという、普遍的な問いを投げかけ続けています。自由とは、与えられるものではなく、自ら掴み取り、その結果に対して全責任を負う覚悟を伴う、尊い生のあり方なのです。ニーチェは、現代におけるニヒリズムを克服し、奴隷道徳の束縛から脱却して、新たな価値を確立するための具体的な戦略と実践の道を提示しました。それは、単なる理論的な施策にとまらず、個人の生き方そのものを変革する、根源的な挑戦を求めるものです。まず、ニーチェが重視したのは自己彫刻です。これは、既存の道徳や社会の期待、そして自己の内に潜む弱さや惰性といった限界を超え、常に自己を更新し、自己を乗り越えていくプロセスです。彼は、書物や権威に盲目的に依存するのではなく、自らの経験と洞察を通じて世界と真理を探求することを奨励しました。真の哲学的な探求は、個々の力への意志の発露と深く結びつき、自己の性を最大限に、そして創造的に肯定する試みであると捉えたのです。自己彫刻は、人間が自らの可能性を信じ、困難に立ち向かう勇気を育む精神的な鍛錬であり、超人への道程における不可欠な要素です。次に、道徳の系譜学の実践が挙げられます。これは、自らが従っている道徳的価値の起源を問い直し、その絶対性を疑うことから始まります。道徳的判断がどのような生理的、心理的、歴史的条件から生まれたのかを分析することで、その権威を相対化し、既存の善悪二元論的な思考から離れることをニーチェは説きました。彼は、より多元的で流動的な価値観を持つことを奨励し、
紋切り型の判断ではなく、個別具体的な状況における生の要請に基づいた評価を重視しました。これは、自己の価値判断を群れに委ねず、自らの内なる尺度を構築する実践です。さらに、永劫回帰の思想を受け入れることは、自己の人生や選択を無条件に肯定し、後悔なく生きるための究極的な精神訓練となり得ます。もし自分の人生が無限に繰り返されるとしたら、それでもなお、その生を肯定できるかという問いは、現在の選択や行動に究極の重みを与え、あらゆる瞬間を最大限に生きることを促します。この問いに、イエスと答えうるほどの生の肯定こそが、新たな価値創造の基盤となるとニーチェは主張しました。そして、これらの実践の究極的な目標は運命愛にあります。自己の人生のあらゆる側面、喜びも苦しみも、成功も失敗も、すべてを自らの運命として受け入れ、深く愛すること、それは、過去を肯定し、現在を創造し、未来を恐れない、力強く能動的な生の態度です。ニーチェは、これらの戦略と実践を通じて、個人が既存の善悪の枠組みを超え、自己の力への意志を最大限に発揮できるような、新たな道徳的、哲学的基盤を築くことを求めたのです。それは、人間が自己の生の創造主となり、自らの運命の彫刻家となるための、精神的な革命への呼びかけでした。この道は困難に満ちていますが、同時に、真に自由で豊かな生を実現するための、唯一の道であるとニーチェは信じていました。善悪の悲願は、ニーチェの思想が凝縮されたアフォリズム、つまり警句に満ちています。これらのアフォリズムは、彼の深遠な洞察を簡潔かつ力強く表現し、読者に直接的な問いかけを投げかけます。善悪の悲願に立つものというアフォリズムは、本書のタイトルそのものであり、ニーチェが目指した哲学的な姿勢を象徴しています。それは、既存の道徳的価値観、つまり善悪二元論にとらわれず、それを乗り越えた、より高次の視点を持つ哲学者や未来の哲学者の在り方を示唆しています。この悲願とは、単なる道徳の否定ではなく、道徳の根源を問い直し、その先に新たな価値の創造を見出す視点であり、真に自由な精神が立つべき場所を指し示しています。我々がいかなる権威からも、いかなる神からも、いかなる教師からも、いかなる権威からも、いかなる真理からも、もはや、それを信じないであろうことを、我々は、自由と呼ぶ、というアフォリズムは、近代における宗教的、刑事上学的な権威の失墜、すなわち、神は死んだ、という宣言がもたらす精神的解放を鮮やかに描き出しています。しかし、ニーチェはこの自由を単なる無規範な状態とは捉えません。むしろ、それはニヒリズムの到来を予感させるものであると同時に、自己の価値を自ら創造する責任を伴う能動的自由の出発点として位置づけられます。あらゆる外部からの権威や絶対的な真理に依存しないことこそが、個人の主体性を確立するための前提であると説いているのです。真理とは、奴隷の、群れの、その群れの価値を、あたかもそれが、権威であるかのように、それを、善であるかのように、それを、法であるかのように、あたかもそれが、神であるかのように、それを、義務であるかのように、それを、無条件であるかのように、それらを崇拝することである、という強烈なアフォリズムは、ニーチェが展開する視点主義と道徳の系譜学の核心をついています。彼は、既存の道徳や価値観、そしてそれらが作り出した真理が、実は弱者や非支配者の群れの論理によって形成されたものであることを痛烈に批判しています。ここでいう真理は、客観的、普遍的なものではなく、特定の人間類型が自己の生存や権力維持のために構築した解釈に過ぎないと喝破しています。それは、単なる服従を要求する義務の体系であり、真の生命力とは対極にあるものとして描かれています。善と悪の概念は、
古代の貴族階級における自らの行動、自らの性質、自らの偉大さを善と呼ぶことから生じた。そして卑しい、俗悪な、凡庸な、無礼的なといった言葉は悪を意味したというアフォリズムは、ニーチェが提唱する主人道徳の起源と本質を明確に示しています。本来善とは力強く高貴で自己肯定的な性、すなわち貴族的な精神から生まれた概念であり、悪は弱さや卑しさ、凡庸さから生じたものでした。しかし奴隷道徳の台頭によってその意味が根本的に逆転し、弱者の価値観が善として普遍化され、強者の価値観が悪として排斥されるようになったとニーチェは論じています。これは価値観の歴史的転倒を指摘する彼の系譜学的な洞察の核心部分をなすものです。これらのアフォリズムはニーチェが単なる破壊者ではなく、既存の価値観の背後にある真相を暴き出し、人間精神の新たな可能性を切り開こうとした未来の哲学者であったことを雄弁に物語っています。善悪の悲願は20世紀以降の哲学、特に実存主義、ポストモダニズム、そして現代思想の多くの潮流に計り知れない影響を与えました。ニーチェの思想は西洋哲学の伝統的な前提を根本から揺るがし、新たな思考の地平を切り開く触媒となりました。実存主義への影響として、ジャン・ポール、サルトル、アルベール、カミュといった実存主義者たちは、ニーチェの神は死んだという宣言から多大なインスピレーションを受けました。絶対的な価値や普遍的な意味が失われた世界において、人間は自由であると同時に、自らの人生の意味を創造する重い責任を負わされるという実存的状況は、ニーチェが説いた自由と責任の概念に深く根ざしています。神の不条理の哲学は、まさにニーチェが指摘したニヒリズムの状況から出発し、その中で生を肯定することの意義を探求しました。サルトルの実存は本質に先立つという思想は、人間が固定された本質を持たず、自らの選択によって自己を形成していくというニーチェ的な主体性の強調と共鳴します。ポストモダニズムへの影響では、ミシェル、フーコー、ジャック、デリダといったポストモダニズムの思想家たちは、ニーチェの視点主義や権力と知識の関係性に関する洞察を継承し、それを独自の形で発展させました。フーコーは、ニーチェの道徳の系譜学にインスパイアされ、権力がいかにして真理や知識を生産し、人間の身体や精神を規律してきたかを分析する系譜学的手法を確立しました。彼の権力論は、権力が単なる抑圧ではなく、生産的な力として機能するというニーチェ的な力への意志の解釈を色濃く反映しています。デリダは、ニーチェの心理批判や言語に対する考察から、西洋哲学のロゴス中心主義を脱構築する試みへと進みました。言語の不確定性や解釈の多様性という彼の思想は、ニーチェの視点主義が示唆する、絶対的な意味の不在と解釈の無限性という側面を進化させたものと言えるでしょう。その他の影響として、ニーチェの思想は、心理学、フロイト、ユング、社会学、マックス、ベーバー、芸術論、キュビスム、表現主義、そして政治哲学、カール、シュミットなどに至るまで、幅広い分野に影響を与えています。彼の心理学的洞察は、人間の行動の深層にある無意識の力や衝動を浮き彫りにし、後の深層心理学の発展に貢献しました。また、彼の文化批判は、近代文明の病理を診断し、現代の文化研究にも刺激を与え続けています。ニーチェは、20世紀以降の思想が、固定された真理や普遍的な価値観から離れ、多角的で流動的な解釈の可能性を探求する方向へと向かう大きな転換点となりました。彼の思想は、単に受け継がれただけでなく、多くの思想家によって批判的に読み解かれ、それぞれの時代の課題に応じた新たな意味を与えられながら、現代思想の豊かな土壌を形成しているのです。ニーチェ哲学は、その急進的で挑戦的な思想ゆえに、出版以来、
常に激しい批判の的となってきました。特に深刻な批判の一つは、彼の思想がナチズムによって悪用されたという点です。ナチズムは、ニーチェの超人や力への意志といった概念を都合の良いように解釈し、優勢思想や全体主義的な支配のイデオロギーとして利用しました。この歴史的事実は、ニーチェ哲学に対する深い不信感と誤解を生む原因となりました。しかし、この批判に対しては、多くの哲学者や研究者が、ニーチェの思想が文脈から切り離され、あるいは彼の妹であるエリザベト・フォアスター、ニーチェによる意図的な歪曲や編集、さらには当時の時代背景と政治的状況によって、ナチズムに都合の良いように解釈されたと強く反論しています。エリザベトは、夫のベルンハルト・フォアスターと共に反ユダヤ主義的な植民地計画を推進しており、ニーチェ自身は彼らの反ユダヤ主義を軽蔑していました。ニーチェが意識不明となった後、彼女は、力への意志というタイトルの移行集を編集、出版しましたが、そこには彼女自身の政治的信条を反映した恣意的な編集が含まれていたことが指摘されています。ニーチェ自身は、国家主義、反ユダヤ主義、ドイツ民族主義を強く批判していました。彼は、民族主義的な排他性や集団主義が、個人の自由な精神と創造性を抑圧するものであると考えていました。彼の思想は、国家や集団の論理から個人を解放し、自己の創造性を発揮させ、自らの価値を創造することを究極の目標としていました。例えば、彼の力への意志は、他者を暴力的に支配する欲望ではなく、自己を彫刻し、自己を増大させる内的な生命力として解釈されるべきものです。また、ニーチェが、道徳を超えよう、と説いたのは、単なる無道徳を推奨するものではありませんでした。それは、既存の奴隷道徳が持つ生命否定的な側面を批判し、より力強く、生命を肯定する新たな道徳、すなわち主人道徳の可能性を模索するものでした。彼のヒエラルキー論も、血統や社会的身分に基づくものではなく、精神的な卓越性、自己彫刻の能力に基づいた貴族的な人間の類型を理想とするものでした。現代のニーチェ研究は、彼の思想をナチズムと安易に結びつける解釈を排し、彼の哲学が持つ不快洞察と、人間存在の根源的な問いに対する真摯な探求を再評価しています。ニーチェは、複雑で多義的な思想家であり、その思想を特定の政治的イデオロギーに還元することは、彼の哲学の本質を見誤る行為であると言えるでしょう。彼の作品は、権力乱用の危険性に対する警告を内包するとともに、個人の自由と創造性を鼓舞する普遍的なメッセージを今もなお発し続けています。フリードリヒ・ニーチェの主張、善悪の悲願は、19世紀末のヨーロッパ社会に向けられた挑発的な思想書であると同時に、21世紀の現代社会が直面する根源的な課題に対する深い洞察と強力な思考の基盤を提供する古典です。本書が現代においても追義は、個人の自己実現、文化と社会の批判、そして人間存在の根源的な問いに対する応答という多角的な観点から考察されます。現代社会は、情報型、同調圧力、SNS 上での、いいね、文化、そしてグローバル化の中で多様な価値観が混在する一方で、個人の主体性やアイデンティティが失われやすい状況にあります。ニーチェの奴隷道徳からの脱却というテーマは、現代における空気や世論、流行への猛獣といった現象に対する鋭い警鐘として響きます。彼は、他者の評価や期待に過度に依存することなく、自らの内なる声に耳を傾け、他者の価値観に流されずに、自己の価値を主体的に形成することの重要性を再認識させてくれます。既存の道徳規範の奴隷となることを避け、自らの価値の起源を問い直す道徳の系譜学は、私たちが当たり前と受け入れている社会規範や倫理観を批判的に見つめ直し、より公正で創造的な社会を築くための思考のきっかけを与えます。力への意志という概念は、単なる権力欲や支配欲に還元されるものではありません。それは、自己を彫刻し、
絶えず自己を生成していく根源的な生命の衝動として理解されます。現代社会における自己啓発、イノベーション、芸術創造、そして個人の可能性を最大限に引き出すための原動力として、この概念は計り知れない示唆を与えます。それは、現状維持に甘んじることなく、常に高みを目指し、自らを更新し続ける精神的なエネルギーを指し示すものです。善悪の彼岸という概念は、固定された道徳観念や絶対的な真理に縛られず、より高次の視点から物事を判断し、新たな価値を創造する精神的態度を指し示します。これは、多文化共生が求められる現代において、異なる価値観を相対化し、対話し、共存していくための柔軟な思考力を養う上で極めて重要です。また、ニーチェが提示する階層秩序批判は、現代における権威主義、不平等な社会構造、そしてグローバル資本主義がもたらす格差に対する鋭い問いかけとなり、より公正で自由な社会の実現に向けた議論を促します。そして、超人の理念と、それに至るための自己彫刻、永劫回帰、運命愛といった実践的な概念は、ニヒリズムが蔓延する時代において、個人が自らの生に意味と目的を与え、能動的に生きるための強力な指針となります。それは、自らの運命の創造主となり、人生のあらゆる側面を肯定し、愛するという、究極的な性の肯定を私たちに要求します。ニーチェ哲学は、変化の激しい現代社会において、個人が主体的に生き、自己の可能性を最大限に引き出し、そして自らが生きる世界に新たな価値を創造していくための、時代を超えた強力な思想的基盤を提供するのです。善悪の彼岸は、私たち一人一人が、自己の内に秘められた力を自覚し、恐れることなく未来の哲学者としての道を歩むよう鼓舞し続ける、永遠の問いかけの書と言えるでしょう。